さんこんにちは、みずきです。今回の動画は、私が毎月受けている性病検査で HIV が陽性だったことについてちょっと詳しく話していこうかなと思っております。これ1年近く前の話なんですけど、1本目の撮影が終わって、その後終わってから割とすぐまた来月分の性病検査を受けたわけですよ。で、撮影において必要な検査って9項目ぐらい結構たくさんあって、その9項目の内容はこんな感じになります。上から順番に咽頭輪病と咽頭クラミジア、この2つは喉の検査になります。どうやるかっていうと、長めの綿棒みたいなもので喉の奥をこするんですね。でそれを検査に出して、陰性か陽性かを判断するっていう感じがおそらく一般的な検査で、次が、淋病、クラミジア、梅毒、B 型肝炎、HIV 抗原抗体検査があるんですけど、これらは全部血液検査で結果が出ます。で、この最後、コンジロームとヘルペスっていうのは、指針と触診で判断されます。これ全部を受けて、だいたい費用的には、2万円前後になりますね。でそれが全部陰性でないと撮影は絶対にできないんですね。一つでも陽性があったら誰かにうつしちゃう可能性があるので、そういうことも考えて一つでも陽性があると撮影は全部なしになっちゃって、またスケジュールを組み直さなきゃいけないっていう形になるんですね。でその検査の期限っていうのが、受けた日から30日間だったかな、約1ヶ月有効なんですけど、その時は確か持っていった検査表が次の撮影では使えない状態だったので、また新たに検査を受けて、また陰性の結果をもらって次の現場まで持っていくつもりだったんですね。でその検査の日の一日の流れっていうのが、朝検査に行って、で終わってから美容院へ行っていたんですね。でそこで髪の毛をきれいにしていただいていたんですけれども、その途中に知らない番号から電話がかかってきて、でちょうど薬剤を髪の毛に塗ってる時だったんですよ。だからちょっと出れなくて、で知らない番号だからついでにちょっとネットで調べたんですね、電話番号を。そしたらちょうどついさっき行った病院の電話番号だったんで、と思って一向に鳴りやまないんですねずっとかかってきてる状態で、これちょっとやばいのかなと思って、電話出ていいですかって聞いて、で出たんですね。そしたらさっき受けた検査のことについての電話だったんですね。で今までそんな電話とか来たこと一度もなくて、だったんでなんか出たのかなと思って、で話を聞いていたら HIV が陽性だったんで、すぐに病院に来てくださいっていう電話だったんですね。でもすっごくびっくりして、でどうしようもできないんだけど、ちょっとパニックになっちゃって、いやどうしたらいいですかみたいな感じで、ちょっと電話越しにすごくあたふたしてしまって、そしたら
電話してくださった看護師さんはまだ確実に陽性って決まったわけではないって言っていたので、とりあえず病院に来て再検査をしてくださいっていうことだったんですね。で、電話を一旦切って、でちょっとまだ髪の毛をきれいにしてもらってる途中だったので、とりあえずそれが終わるまでは病院にも行けないしどうしようもできなかったので、もうその場でとにかくいろんなこと調べました。なんか HIV についてのもう何でもいいからとりあえず情報が欲しくて、その後に猛ダッシュで病院へ行きました。でそこでまずすぐに再検査とかじゃなくて診察していただいて、そこの病院の院長先生がこういう結果でしたっていう用紙と一緒に説明してくださって、でそこで分かったのが私がいつも受けている検査っていうのがスクリーニング検査って言って、すごく簡易な検査で即日出る方法で、疑わしいものはもう陽性にしちゃえみたいな感じの検査だったんで、偽陽性の場合も結構あるみたいな感じで説明してくれたんですね。でその数値が基本的には、確か 1.0 以下だったら、陰性出るんですけど、私の場合その数値が 4.9 だったんですね。1. 点いくらとか2とかじゃなくて 4.9 ってめっちゃ数字でかいじゃんってなって泣きましたね、さすがに我慢できなくて、マジかって思って 4.9 っていう数字を聞いてすごいショックで、何よりも心当たりがないんですよね。プライベートでそういうことはまずしないし、撮影でしかなくてだったんで、誰だろうみたいなことをすごい考えて、みんな陰性だったはずなのになみたいな、すごい怖い気持ちに陥りましたね。で、考えても仕方ないので、とりあえず気持ち落ち着いてからもう一度再検査しましょうっていうことで、その再検査の方法がウエスタンブロット法って言って、さらにちょっと詳しいスクリーニング検査よりもちゃんとした精密な検査方法になっていて、それは即日出るものじゃなくて数日から1週間くらいかな、それくらいで結果が出るものだったんですね。でそれも採血で、最初にやった検査はだいたいこれくらいの入れ物2本分血を取ったんですけど、その再検査では4本取りました。でその検査で陰性だったらもうさっきのスクリーニング検査の陽性は偽陽性だったっていうことで陰性が確定するんですけど、そのウエスタンプロット法でまた陽性が出ちゃうと、そこで初めて HIV 陽性確定っていうことになるそうなんですね。なのでまだ陽性って決まったわけじゃないので、とりあえず結果を待とうということで、その日は採血だけしてとりあえずお家へ帰りました。もちろんマネージャーさんにも電話してこういう結果だったんですけどみたいな。だからとりあえず陰性って分かるまでは次の撮影も決まってたんですけど、それももう全部なしにして結果を待ちましょうということで、マネージャーさんとかもなんか偽陽性が多いよっていうようなネットの写真とかを送ってくれて、すごいなんか安心させようとしてくれたのをすごい今でも覚えていますね。で何日か経ってからその病院側から
電話がかかってきて、すごいドキドキしながら電話に出てで検査の結果が出ましたっていう、もちろん電話だったんですけど、そしたらそこで陰性でしたよっていう風に言われたんで、じゃあ最初の検査は陽性だったんだなっていうことが分かって、感染はしていませんでした。でもやっぱりすごい怖かったですね、その時は。普段から当たり前に気をつけてはいるんですよ。そういうことはプライベートでは絶対しないし、撮影に何か影響があってはもう周りの人にも迷惑をかけてしまうし、一応はプロとしてやらせていただいてるから、やっぱりその辺を徹底するのって当たり前だったんですけど、何か抜けてたのかなってやっぱりその時は思って、改めてちょっとその辺もっと気を引き締めて生活していかなきゃなっていうふうに思いましたね、その時は。でね、この今私がやっているお仕事の話になるんですけど、別に多分私たちってエッチがうまいわけでもテクニックがあるとかでも全然ないんですよ。ないんですけど、やっぱり普段のそういう生活においてそういう感染とかには細心の注意と万全の配慮をして撮影に臨んでるわけですよ。そういうところがやっぱり一般の人とは違うプロの意識なんだと思います。なんか男優さんとかも正直めちゃくちゃテクニックあるなとか思ったことってあんまりないんですよね。なくて、ね、私個人的にすごいプロだなって思う方々ってそういうテクニックとかじゃなくて、周りの撮影現場のスタッフさんだったりとか女の子への気遣いがもうすごくて、でそういうさっき言った感染とかに対しても配慮してて、で今の時期とかだったらコロナがすごい流行ってるじゃないですか。流行りだした時期とかもまだ PCR 検査とかみんながこう気軽に受けれないような時でも自ら PCR 検査を受けに行ったりしている方がいるっていうのを聞いたことがあって、そういうところがやっぱりプロの方だなってすごい思いました。でね、よくTwitter のリプだったりインスタの DM だったりとかでいろんなメッセージが来るんですよ。私がこういう仕事をしてるから簡単に股を開くような女なんじゃないかなみたいな感じで、例えば私としてくれませんかとか、いくらで愛人になりませんかとか、簡単にいける女だっていう風に多分思われているんだと思うんですけど、逆にこういう仕事をしてるからこそその辺のガードは硬いんですよ、絶対に。自分の仕事に影響が出るかもしれないっていうことは一切排除すると思うんですね。だからこういう仕事をしてるから尻軽なんだろうなとか思ってる人は考え直していただきたいですよね。その辺こういう仕事をしてるからこそその辺のガードは硬いんですよっていうことを知ってほしいですね。可愛い子はこの世の中にいっぱいいるけど、こういう仕事は私たちにしかできないって思ってるので、すごい誇りには思っています。陽性が出たって聞いた時は一瞬やめようかなとか、やめなきゃいけないのかなみたいな。やっぱりリスクのある仕事だし、いつ移ってもおかしくないといえばおかしくないような仕事なので、どうしようかなって今後のことをすごい考えたんですけど、やっぱりこの仕事をまだまだ続けたいし、こんな私でもすごい作品を楽しみに待ってくださっている方々が少なからずいらっしゃるので、やっぱりまだ続けたいなって思いましたね。バカにする人とかがすごい多い業種だと思うんですけど、私は全くそんなことは思いませんね。すごく
素晴らしい職業だと思います。真面目な話をしちゃったんですけどとりあえず HIV は偽陽性だったということで今も安全に撮影は続けられております。ちなみにその後にもう一回陽性出てます、また。でまた電話かかってきて、でうわまたかって思ったけど、でも今度こそもしかしたら陽性かもしれないと思って、その時もちょっとそわそわはしていましたね。で結局それも次の確認検査受けて陰性だったので、それもまた偽陽性だったっていう2回偽陽性が出ています。その時期だけなんかすごい反応したのかな、何かに。なんですけど私は無事です。特に何も感染しておりません。これからもそういう不正病だったりとか、今の時期コロナとかすごい流行ってるので、そういうウイルスに対してはやっぱり今まで通り細心の注意を払いながら今後も活動をしていこうと思っております。引き続き応援してくれると嬉しいです。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。みつきでした。バイバーイ。